漁師である貫禄の相談を受け、渓谷に船を保管する場所を作った。すると、それを見ていたアーシンドに声をかけられたのだが、アーシンドは陶芸をするのが趣味らしく、制作した陶器などを販売したいとのこと。それを受け、集会の際に話に出してみたところ、せっかくなら他にもお店を作ろうという話し合いになった。早速場所を探しに行くことになり、湖のほとりに小さな町屋を作ることに決まった。果たして今回はどんな開拓物語になるのだろうか。こんにちは、まずくです。前回島に移住してきた貫禄の要望で渓谷を作ったんですけど、今回はアーシンドの要望でお店が並ぶ町を作ります。もう江ノ島島も半分以上が完成したので、そろそろ経済を回すためのエリアを作っていく計画に入ります。ちなみに今回作るエリアはこんな感じの構想になっています。それでは早速作っていきます。どうぞ。まず今回作る場所は貫禄とアーシンドの建物の後ろに作っていきます。位置的には前回作った渓谷の隣になっていて、さらに左側には岬と砂浜があります。で、まず最初に道を敷いていくんですけど、その道が建物を建てる基準になるので最初に敷いていきます。はい、全体はこんな感じです。割と長めの道になっています。で、これで道が敷けたので、次は右側にある崖の形を整えていきます。一応この崖のところから2段目に登れるようにしたいので、坂をつけるためのマスだけ横に伸ばしておきます。で、結局前回作った山と山もくっつけちゃいました。そこははしごとかつけて降りられるようにしようかなと思います。では坂を設置します。で、坂の上は自然なエリアにしようかなと思っているので、この坂を選びました。では次は早速建物を作っていくんですけど、建物は2階建てにしようかなと思うので、まずその2階建てになる部分の崖を作っていきます。で、さらにタイルの前デザインを敷いておきます。建物の下なので敷かなくてもいいかなとは思うかもしれないんですけど、一応ちょっと下から見た時とかに西部の街並みの下って少し空いてるんで、敷かないとちょっと草地が見えたりしてリアルな作りじゃないというかになってしまうので、ちゃんと建物の下も敷いておきます。地味なんですけど、こうやって丁寧な作業をすることで雑さがなくなるので、島釘の質というかも変わってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで2階の建物も置き終わって、真正面から見るとこんな感じになりました。西部の街並みだけだとどうしても和風の建築物に見えないので、屋台に瓦の前デザインを貼って手前に置いてます。では続けて1階の部分にも建物家具を置いていきます。で、昔の建築物って1階部分に屋根があって、入り口に入るまでに奥行きを感じるというか、ちょっと言語化が難しいんですけど、なのでその入り口に見立てたパネルを屋台よりも奥に置いてます。はい、という感じでどうでしょうか。いつも西部の街並みで建物を作るときは縦に長い印象なんですけど、同じ幅で作っても屋台を手前に組み合わせることで前に出るので、昔の建築物っぽい印象になってるんじゃないかなと思います。では同じようにもう一軒建物を作っていきます。
でその建物なんですけど、今回建物と建物の間から湖が見えるようにしたいなと思うので、だいたい6マスぐらい開けて作っていきます。で途中まではさっきと全く同じ形にしようかなと思うんですけど、この2つの建物は違うお店にしようかなと思っているので、ちょっとだけ形を変えます。っていうのも、やっぱお店によってはこのスペースがいるいらないみたいなあるじゃないですか。例えば飲食店だったら厨房がいるけど、飲食店以外だったら厨房がいらないみたいな感じで、間取りとかも変わってくるかなと思うので、そこのストーリーが見えるようにするためにも形を変えて作ってます。はい、ということで歩くとこんな感じになりました。どうでしょうか。だいぶ街っぽくなってきたかなと思います。では次は建物と建物の間に湖が見えるような場所を作りたいなと思うので、その湖を今から作っていきます。湖は建物ギリギリまであってもいいかなと思うので、西部の街並みの後ろから作っていきます。で手前から見た時に湖の奥の縁が見えないようにしたいなと思うので、全体を掘る前にまずは奥行きを決めます。はい、そうするとだいたい14マスぐらいで奥の縁が見えなくなりました。という感じで奥行きが決まったので、湖をどんどん広げていきます。どうぞ。はい、という感じで広げ終わりました。横幅は次のエリア次第になるので、とりあえずこのエリアから見えなくなる分だけ広げておきました。では次は湖の前のこの草地のエリアを作っていきます。最初に白い獣道のマイデザインを敷いていくんですけど、どうしても地面に変化がないとのっぺりしてしまうので、獣道を敷いて変化を出しておきました。で右側の建物を飲食店にしようかなと思っているので、このスペースは外でご飯が食べられるスペースにしようかなと思います。なので生活が見える家具を加えつつ、テーブルや椅子などを置いていきます。はい、どうでしょうか。これで湖が見えるイートインスペースが完成しました。めっちゃ可愛くできてお気に入りです。なんか思ったよりも湖がいい感じだったというか、洗濯物を置いたのも生活が見える感じがして気に入ってます。でこの湖の上に鳥居が浮かんでたりしても可愛いんじゃないかなと思うので、鳥居を置くための浮島を作ります。はい、どうでしょうか。こんな感じで湖の上に鳥居を浮かせてみました。湖の上に鳥居を浮かべたことで観光地っぽい雰囲気に変わったかなと思います。ではある程度街の方が完成したので、次はエリアのつなぎ目を作っていきます。まずはもともと敷いてあった獣道を伸ばして、その奥に建物を建てたいので、建物が来る位置にタイルを敷いておきます。でその建物は島の入り口でも使っていた方法で、前のエリアと今回作ったエリアをつなぎます。
では次は建物周りをなじませる作業をしていきます。はい、ということで歩くとこんな感じです。では次は続けて道の手前側にも建物を作っていくので、まずタイルを敷いていきます。で、手前の建物は2階建てにしてしまうと後ろの建物を隠してしまうので、1階建てで作っていきます。で、次に砂浜と草地の境目を作っていくんですけど、ここはエリアのつなぎ目にも使ったあずまやを使ってなじませていきます。はい、町側から見るとこんな感じです。で、さらに歩いている時に少しだけ2階の部分が見えてもいいかなとやっぱり思ったので、ちょうど手前側にある崖の上に西部の町並み2つ分だけ2階を作ります。道から4マス離れているのでそこまで影響はしませんでした。では次は手前の建物と建物の間を作っていきます。まずここも奥と同じように地面に変化をつけたいので獣道を敷きます。で、少しわさわさ感が欲しいので木や低木を植えて主張の少ない家具で埋めます。で、間には和の柄をつけたカフェのパラソル付きテーブルを置きます。これをなんで置いたかというと、はい、こんな感じでパラソルだけ見せて、その近くに和風のベンチを置くことでよく時代物のドラマとかが出てくるような小さなお店のスペースが完成しました。かなり気に入ってます。ではここからは仕上げをしていきます。まず右側の建物を仕上げていくんですけど、ここはさっきも言った通り飲食店にしようかなと思うので、屋台の中に飲食店に関係しそうな小物を並べていきます。で、周りはあんどんやのぼりを置いて賑やかにしていきます。はい、全体はこんな感じです。小物を飾ったことで一気にお店になったかなと思います。ちなみになんですけど、屋台の上とイートインスペースにあるテーブルの上に置いてある小物なんですけど、この小物たちはアーシンドが作ったという設定にしたかったので全て陶器にしてます。では次は左側のお店を作っていきます。このお店はアーシンドの要望の陶器を売るお店にしようかなと思うので、屋台の上に壺を並べていきます。はい、こんな感じになりました。これでアーシンドも満足してくれるかなと思います。では次は手前側の建物の前にも家具を追加して、建物の後ろは木や低木を植えてなじませておきます。はい、そうすると道から見た時に植物が映るようになりました。では次は陶器屋さんと砂浜までの間が空いているので、ここを埋めていきます。まずもう少しだけ建物を伸ばしたいなと思うので、タイルを敷いて建物家具を置きます。で、周りの空いたところはマイデザインを敷いたり木や低木を植えたり馴染みのいい家具を置いて埋めておきます。はい、こんな感じになりました。これで境目は余すことなく埋めれたかなと思います。では次は渓谷と町の間を埋めていきます。
でこの場所は崖がプツッと切れてしまっているので、右側の滝がある場所と同じように左側にも滝を作りたいなと思います。なんですけど全部を滝にするわけじゃないので、ところどころ右側にも置いてある麦畑や低木を使って調整していきます。はい、そうすると一旦こんな感じになりました。なんですけどまだ2段目の部分がプツッと切れてしまっているので、1段目の滝とつながる位置に滝を作ってさらになじませます。はい、どうでしょうか。これで自然になじませることができたかなと思います。では次は道の上が少しのっぺりしているので落ち葉を置いて変化を出します。では最後に手前の崖の上も埋めていきます。ここはもうエリアのつなぎ目になるのでもりもりにしてなじませていきます。でしっかりと角まで埋めて、これで今回のエリアは完成です。いかがでしたでしょうか。今回はお店が並ぶ街を作ってみました。ちなみに陶器の色を全て揃えているんですけど、アーシンドが作ったという個性が出るかなと思って揃えてみました。残り約半分の霜降りも頑張って作っていきたいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。